主、お城へようこそ。私の名前は森永よし。今回訪れる砦の築城者である。私は槍が達者なため武勇をもって人に恐れられました。人々が私につけた異名は何でしょう。1、鬼武蔵、任桃太郎。3、不死身の鬼美濃。4、美濃のマムシ。正解は番組の中でした。皆さんこんにちは。本日もお城巡りにやってまいりました。本日訪れたお城は青塚砦という砦跡です。早速行ってみましょう。青塚砦は愛知県犬山市に存在した砦跡です。もともと前方後円墳でした。古墳自体前期4世紀中頃に作られました。別名大塚茶臼山と呼ばれています。愛知県では2番目に大きさを誇る前方後円墳になります。墳長123メートル、高さ約12メートルです。1584年、小牧長久手の戦いの際に羽柴秀吉方が砦を設けました。陣を築いた人は森長吉です。兵力3000人が置かれました。織田信長の故障で有名な森蘭丸の兄ですが、小牧長久手の戦いで戦死します。小牧長久手の戦いといえば、本能寺の変後、天下を狙う羽柴秀吉と織田信雄、徳川家康連合軍の戦いです。時は1583年、羽柴秀吉は織田信孝と柴田勝家との戦いに勝利し、6月に大阪築城を始めました。大阪城のある摂津の国、本能寺の変後を治めていたのは池田恒興でした。池田恒興は織田信長の父兄弟です。池田恒興は織田信孝の給料である美濃を与えられており、大垣城を確保しました。そして岐阜城に長男の元助を入城させます。主不在となった摂津の国は羽柴秀吉の本拠地となりました。秀吉は天下統一事業を進めます。一方、織田家は織田信孝は羽柴秀吉に敗れた後、自害させられます。伊勢を治めていた織田信雄が実質の織田家の後継者を辞任していました。そのため、羽柴秀吉と決裂します。さらに、織田信長と長い同盟関係にあった徳川家康は、本能寺の変後、統治者のいなくなった甲斐信濃に侵攻し支配します。三河遠江駿河信濃甲斐の5カ国の大使となった徳川家康は、織田信雄と手を結び、羽柴秀吉に対抗しました。1583年、織田信雄は秀吉派と目された津川義冬、岡田重隆、赤井新八の三老臣を長島城で中殺します。こうして小牧長久手の戦いが始まりました。戦は北伊勢で始まります。織田信雄が秀吉の伊勢亀山城を攻撃します。しかし近江から羽柴軍が伊勢へ侵入します。3月13日、織田信雄が伊勢を攻められた隙に、大垣城の池田恒興と金山城の森長吉が犬山城を攻め落とします。池田恒興は4年前まで犬山城を務めており、城の構造を熟知していました。池田恒興は開戦するや否や、織田信雄と羽柴秀吉の両陣営から誘われていたため、騎士を鮮明にする必要がありました。織田信雄で型であった犬山城を攻め落とすことで、羽柴秀吉陣営であることを明確にしました。秀吉は犬山城攻略の成功を評価し、池田恒興に犬山城と尾張の半分を与えることを約束します。同じく3月13日、伊勢への救援に向かっていた徳川家康は、清洲城へ入城します。そこから急遽、軍を小牧山に向かわせ占領し、本陣としました。3月17日、犬山城の池田勢の前線であった羽黒の陣営を吸収、
池田勢を敗走させます。3月21日、羽柴秀吉が大阪城を出発します。3月27日、秀吉は犬山城へ到着します。さらに軍を進め、楽田を本陣とします。そして、二重堀、田中、小松寺山、岩崎山、内久保山、青塚、小口に砦を築いて諸将を配置しました。青塚砦はこのタイミングで前方後円墳を利用して砦となりました。築城者は金山城の森長吉です。兵力3000人が配置されました。3月28日、徳川家康は小牧山城へ入城。翌日の3月29日、織田信雄が小牧山へ入城します。そして、宇達、外山、上清水の3カ所に砦を設けました。両軍の主力が睨み合う形となりました。羽柴陣営では池田恒興が作戦を提唱します。徳川家康の本国である三河に侵入し、岡崎城を襲撃するという作戦です。成功すれば徳川軍を背後からかく乱できます。空になった本国を攻める中入りという作戦です。3月6日の夜中、池田恒興、森長吉、堀秀政、三好義継らが2万人を率いて三河へ向かいました。4月8日、徳川家康は羽柴軍のこの動きを察知し、密かに主力を率いて小牧山を抜け出し、追撃します。小畑城で態勢を整えた徳川軍は4月9日、後方から中入りを狙う羽柴軍に襲いかかりました。この奇襲により、中入りの羽柴軍は総崩れとなります。池田恒興、嫡男の池田元助、そして森長吉がこの戦いで討ち死にしました。秀吉は尾張東部での決戦を諦め、織田信雄本国の伊勢での戦に主力を移動させます。この戦での徳川軍の戦いぶりは、後に徳川家康が秀吉の政権の構成員に加わった際の政治立場を大きくしました。本日訪れた大塚砦は、この戦いで設けられた砦でした。皆の衆、お城巡りは楽しんでおるか。ここで番組冒頭のクイズの答え合わせの時間じゃ。改めて自己紹介じゃ。私の名前は森長吉。槍が得意だったのだが、私に与えられた異名はどれでしょう。これが今回の問題じゃ。みんなわかるかな。1、鬼武蔵。2、桃太郎。3、不死身の鬼美濃。4、美濃のマムシ。正解は1の鬼武蔵じゃ。私は父の森吉成と同様に槍が得意じゃった。長島一向一揆や武田攻めで活躍したのじゃ。武田滅亡後は信濃にも領地をもらい受けたのだが、信長様が討ち死にされた際には信濃の領地を放棄せざるを得なかった。その後、本国の美濃も皇族どもの統制がずれず乱れ始めたのだが、美濃は本拠地の亀山城から中納、東納地方に侵攻し再統一してやったわ。皆の衆、残りの時間、ゆっくりお城巡りを楽しんでくれ。お、あそこに見えるは憎き徳川家康。今度こそ、奴を討ち取れ。出陣じゃあ。
最後までご視聴いただきありがとうございました。本日のお城巡り、いかがでしたでしょうか。ぜひ、チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。次回のお城巡りは横須賀城です。静岡県掛川市にあるお城です。ぜひ、ご期待ください。